日本経済はバブル崩壊後停滞を続け、その結果、世界経済での地位は低下する一方です。失われた30年の原因は何なのでしょうか。このプレゼンテーションでは、少子高齢化説、緊縮財政説、新自由主義説、イノベーション不足説といった説をそれぞれ検証しつつ、日本経済を没落させた本当の原因が何かを突き止めたいと思います。第1章、日本経済の没落。日本は第二次世界大戦での敗戦から立ち直り、その経済は世界トップレベルにまでなりました。その躍進とその後の没落をデータで確認しましょう。国民の経済的な豊かさを示す代表的な指数は1人当たり GDP です。このグラフにおいて赤線で描かれている日本の1人当たり GDP はバブル崩壊まで高い成長率を維持して1988年には青線で描かれている米国の1人当たり GDP を追い越しました。1998年に米国に追い抜かれるまで日本は人口大国の中で最も豊かな国だったのです。しかしバブル崩壊後の経済の低迷はその後も続き、日米の経済格差は年を追うごとに拡大しています。もとより日本経済自体はバブル崩壊後も成長を続けていて、生活水準自体は向上していますが、世界経済が急速な成長を遂げる中、日本経済の地位は相対的に低下しています。この意味で日本経済は没落しつつあると言えます。バブル崩壊後の30年が失われた30年と呼ばれるゆえんです。日本経済の躍進と没落を株価で確認しましょう。ダウ平均株価に対する日経平均株価の比率は1950年から1989年にかけて上昇した後、急落し、その後今に至るまで低迷しています。1980年代にとりわけ膨らんだ日本企業に対する投資家の期待がバブルが崩壊した1990年以降、失望に変わってその後再評価されることがなかったことを示しています。株式バブル絶頂期の1989年時点で、日本経済は世界時価総額ランキングのトップ50社に32社がランクインしていましたが、今ランクインしているのはトヨタ自動車1社だけです。経済の低迷に伴って賃金も30年間伸び悩んでいます。日本の賃金はもともと購買力平価換算だとあまり高くなくて、米国やドイツ以下だったのですが、他国の賃金が上昇する中、1999年に英仏に抜かれ、2015年にはかつて発展途上国であった韓国にまで抜かれ、2020年現在、米国の半分程度という相対的に低い水準にまで落ちました。なぜ日本経済はこれほどまでに没落したのでしょうか。第2章、少子高齢化説。日本経済が成長できない原因としてよく挙げられるのが少子高齢化です。戦後日本の人口が大幅に増加した時期が高度経済成長期と重なることから、人口ボーナスが高度経済成長をもたらしたと信じられています。出生数は1973年にピークに達した後、今日に至るまで減り続け、合計特殊出生率が人口置換水準の 2.07 を下回る状態が続いています。これを反映して GDP の成長率も1973年以降低下したのですから、日本経済低迷の原因は少子化と人口減少だと考える人が
大勢いることも十分理解できます。少子化で生産年齢人口の供給が減る一方で、平均寿命が伸び、65歳以上の老年人口が全体に占める割合が増えています。1950年に 4.9% であった高齢化率、すなわち65歳以上の人口割合は2020年には 28.8% になるとされます。また、老年人口に対する生産年齢、つまり15歳から64歳までの人口の比率は1950年に 12.1 であったのが2020年には 2.1 にまで低下するとなっています。この傾向は今後も続きそうです。少子高齢化は少子化と高齢化という2つの側面に分けられます。少子化は出生率の低下によって将来の人口を減らします。高齢化は高齢者の割合の増加によって生産年齢人口の比率を低下させます。日本経済が没落した原因が少子高齢化なのかどうかを少子化と高齢化という2つの側面に分けてそれぞれを検討することにします。まずは少子化から見ていきましょう。実は少子化は程度の差こそあれ、世界全体で見られる現象で、日本だけで起きている現象ではありません。このグラフの青線は世界の出生率の推移を表しています。1960年代、1人の女性は5人程度の子を産んでいましたが、現在では出生率が人口置換水準に近づきつつあります。その結果、2% 程度であった世界人口の対前年増減率も 1% に近づきつつあり、今世紀の半ばにはマイナスになる見込みです。少子化はとりわけ先進国で先行して起きています。昔から貧乏子だくさんと言われるように、貧しい家庭はとかく子どもが多いものです。それは国についても当てはまります。このグラフは世界226カ国の1人当たり GDP と出生率の分布を示しています。縦軸は出生率で、横軸は購買力平価換算での1人当たり GDP です。2つの変数の間にはマイナス 0.26 の負の相関性があり、豊かな国ほど出生率が低くなる傾向を確認することができます。これは同時代での関係ですが、歴史的にも社会が豊かになるにつれて医療や衛生が改善され、子どもの数が少なくなります。しかし、現代の少子化には教育コストというもう一つ重要な要因があります。一般的に言って工業化社会の時代から情報化社会の時代へと潮流が変わるにつれて、労働者にはより高い知的能力が要求されるようになります。つまり子どもの数が減りつつある背景には教育コストの増大があると解釈できます。東アジアではとりわけ親が教育に熱心であるため、韓国、台湾、香港、シンガポールといった国の合計特殊出生率は近年急落しており、2005年以降では日本を下回ってさえいます。中国は1979年に導入した一人っ子政策を2015年に撤廃しましたが、効果はあまりなく、少子化が進んでいます。2020年には中国の合計特殊出生率が 1.3 となり、日本を下回りました。しかし、こうした東アジアの国々の経済成長率は日本よりも高く、失われた30年のような長期の停滞に陥っていません。実は東アジアだけでなく、世界的に人口変化率と1人当たり GDP の変化率は相関性が低いことが知られています。このグラフは世界150カ国の人口変化率と
1人当たり GDP の変化率の分布を表しています。横軸は日本が失われた30年を経験した1989年から2019年までの人口変化率を、縦軸は同じ時期における1人当たり GDP の変化率をそれぞれパーセント表示しています。2つの変数の相関係数を調べるとマイナス 0.19 です。外れ値をいくつか除外すると相関係数は多少変化しますが、いずれにせよ0に近い、つまり相関性はほとんどないということです。人口が増えるほど経済が豊かになるというのが本当なら、この分布の回帰直線は右上がりになるはずですが、そういう傾向は確認できません。したがって少子化や人口減少が原因で日本の所得が伸び悩んでいるという説明は成り立ちません。日本経済に悪影響を与えているのは少子化による人口減少よりもむしろ高齢化による生産年齢人口の減少の方だと考える人もいるでしょう。しかし高齢化もまた世界的なトレンドであり、日本でのみ見られる現象ではありません。とりわけ先進国では平均寿命は伸びる傾向にあります。もちろん先進国の中でも特に日本の平均寿命の伸びは急激です。他方で米国の平均寿命は伸び悩んでいます。そうした高齢化の進展の違いが経済成長の違いをもたらしていると考える人もいるでしょう。ところが常識に反して高齢化は1人当たり GDP の成長率に影響を与えないとする調査結果があります。このグラフの横軸は20歳から49歳の人口に対する50歳以上の人口の比率が1990年から2015年にかけてどれだけ変化したかを、つまりどれだけ高齢化が進んでいるかを表し、縦軸はその期間に1人当たり GDP がどれだけ変化したかを表しています。この分布に負の相関性、つまり右下がりの回帰直線がありません。高齢化が経済成長を鈍化させる傾向はないということです。一番右端に位置する赤い三角形の日本は最も高齢化が進んでいることを示していますが、回帰直線を下回って経済成長が低迷している原因は高齢化以外の要因にあるということです。この調査を行った研究者たちは、経済水準が高度化すると高齢化で労働人口が減ってもロボットや人工知能による自動化が進むので1人当たり GDP が低下しないという仮説を立てて、ロボットの導入との相関性を調べました。このグラフは横軸は先ほどのグラフと同じですが、縦軸は1993年から2015年にかけて100万労働時間あたりどれだけロボットが導入されたかを示しています。外れ値を取る韓国を除外しても、この分布には正の相関性があります。したがってオートメーション仮説には一定の根拠がありそうです。経済が先進化するにつれて高齢化が起きるので、同時にオートメーション化も起きてしかるべきなのです。一般的に言ってオートメーション化は省人化を可能にします。この論文のリサーチによると、米国では1993年から2007年にかけてロボット1台の導入で労働者 3.3 人分を減らせたとのことです。高齢化で生産年齢人口が減ってもオートメーション化で生産を維持できるゆえんです。ところが日本では1978年から2017年にかけて価格低下による 1% のロボットの増加が雇用を 0.28% 増加させていたことが
経済産業研究所の調査で分かりました。米国ではロボット導入によるオートメーション化で不要になった労働者は解雇されます。それは必ずしも悪いことではありません。高齢化で生産年齢人口が減っているのですから、オートメーション化で不要になった労働者は人手不足に悩む他の企業に転職した方が社会全体では良いとすら言えます。ところが終身雇用の日本ではそれができません。つまり日本で本当に問題なのは高齢化そのものではなくて、人的資源の最適化を阻む労働市場の機能不全ということです。この章の結論をまとめましょう。失われた30年の原因は少子化による人口減少でもなければ、高齢化による生産年齢人口の減少でもなく、解雇規制による終身雇用制度であるということです。第3章、緊縮財政説。緊縮財政とは、歳出削減や増税によって政府の財政を均衡させる財政政策のことです。これに対してプライマリーバランス、すなわち基礎的財政収支がマイナスになることも厭わず、歳出拡張や減税によって経済を刺激しようとする財政政策のことを積極財政と言います。近年、現代貨幣理論 MMT の流行に乗って日本でもインフレになるまで国債を発行し積極財政を行うべきだという主張が出てきました。失われた30年の原因は緊縮財政によるデフレだから積極財政でインフレにすればよいという主張です。今年9月に行われた自民党総裁選に立候補した高市早苗は MMT 流の積極財政を主張していました。真に力強い経済を目指すためにはインフレ率 3% 以上が理想ですが、まずは物価安定目標であるインフレ率 2% を達成するまでは時限的に PB 期率を凍結して戦略的な大胆な危機管理投資成長投資にかかる財政出動を優先するという日本経済強靭化計画を発表しました。この公約に対して麻生財務省は閣議後の記者会見で MMT に言及しながら、放漫財政をやっても大丈夫ということが書いてあるが、そういうものの実験場に日本のマーケットをするつもりはないと言ってプライマリーバランス軽視を牽制しました。2人の論争には前提となるある共通の認識があります。それは日本はプライマリーバランスを重視して MMT による積極財政をしてこなかったという認識です。しかしこの認識は本当に正しいのでしょうか。このことを確認するためにこれまでの日本の財政がどうだったのかを振り返りましょう。積極財政か緊縮財政かは国の歳出が対 GDP 比で大きいか小さいか、あるいは歳入が対 GDP 比で小さいか大きいかで判断できます。まずは日本の歳出の規模を他国と比べてみましょう。日本は90年代前半まで高所得国、世界平均、米国と比べて歳出、つまり政府最終消費支出の対 GDP 比率が低かったのですが、バブル崩壊後急上昇し、高所得国を上回る水準に達しています。高所得国には福祉に力を入れているヨーロッパ諸国が多く、世界平均よりも高い水準にありますが、日本の歳出の規模は2000年以降、それすら上回っています。次に、日本の税負担率を他国と比べましょう。
税収総額の対 GDP 比率で比べると、日本が1965年から今に至るまで OECD 平均よりも税負担率が低いことがわかります。バブル崩壊前が上昇傾向であるのは、経済成長に支えられて財政再建が進んだからでしょう。しかし、バブル崩壊後、景気対策が優先され、税負担率が低く抑えられました。近年、米国と比べて税負担率が高まりつつあり、これは問題だと思いますが、しかし、他の先進国と比べて、特に重税国家であるとは言えません。要するに、日本は他の先進国と比べて、歳出の対 GDP 比率が高いのにもかかわらず、歳入の対 GDP 比率は低いということです。歳出が多くて歳入が少なければ、その結果、当然国債の発行が増えます。実際、日本の債務残高対 GDP 比率は、バブル崩壊以前は OECD 加盟諸国の平均や米国と比べて低い水準にありましたが、バブル崩壊後、急上昇し、OECD 加盟諸国の平均や米国を大きく上回って推移しています。日本の歳入・歳出・公債発行額を一つにまとめたグラフでもう一度確認しましょう。日本はバブル崩壊後、歳出と歳入の差が広がり、緊縮財政から積極財政へと大きく舵を切ったことが確認されます。麻生財務省は、日本のマーケットを MMT の実験場にするつもりはないと言っていましたが、日本は単に当時そう呼ばなかったというだけで、MMT に基づく積極財政という実験をすでに実施済みで、その慣れの果てが今の低たらくということです。バブル崩壊後の30年の間、日本と他の先進国を比べてわかることは、日本は積極財政で低成長だったのに対して、他の先進国は緊縮財政で高成長であったということです。日本の過去と現在と比べてわかることは、バブル崩壊後の30年の間、日本は積極財政で低成長だったのに対して、バブル崩壊前では緊縮財政で高成長であったということです。よって失われた30年の原因が緊縮財政であるという説は否定されます。では、なぜ日本の積極財政は経済を成長させなかったのでしょうか。それは日本政府がバブル崩壊後、雇用を守ることを口実に積極的に行った公共事業が、さもなくば淘汰されるはずの競争力のない時代遅れの企業を延命させ、人材が新しくて有望な産業に移行することを妨害したからです。1990年代、日本が建設業中心の公共事業に力を入れていたときに、米国では IT 産業が発達し、日本を追い抜くことに成功しました。それなら IT のような新しい産業を公共事業で育成すればよいと思うかもしれません。実際、21世紀になって日本政府はそうしようとしました。森喜朗首相の誤読から一途革命と揶揄される e ジャパン戦略です。2001年に森首相は5年以内に世界最先端の IT 国家を目指すという目標を掲げた e ジャパン重点計画を発表して IT 戦略本部を設置し、電子政府、電子自治体の実現を目指しました。それから5年どころか20年も経ちましたが、日本は世界最先端の IT 国家から程遠いのが現状です。2020年から始まった新型コロナウイルスのパンデミックの際には、給付金の支給の遅滞や
接触確認アプリココアの不調からデジタル敗戦とまで呼ばれ、2021年には IT 戦略本部も廃止となりました。なぜ日本の IT 振興策は失敗したのでしょうか。21世紀は建設土木産業よりも情報技術の方が重要になるという認識自体は間違っていませんが、政治家たちの頭の中が昭和のままで、従来の公共事業と同じ発想で情報産業を振興させようとした結果、ゼネコンとそっくりな IT ゼネコンができてしまいました。建設土木業界には大手ゼネコンが政府から仕事を受け、中小零細企業にその仕事を行わせる多重下請け構造があることはよく知られています。IT 業界も同じで NTT、日立、NEC、富士通などの系列の IT ゼネコンが政府から仕事を受け、システムインテグレーターとして下請けに仕様書を書いて納品させます。下請けや孫請けは IT 土方と呼んで蔑んでいるプログラマーを低賃金で働かせるのですが、多重下請けでは発注者との意思疎通が十分になされないので、バグだらけの非効率なシステムが出来上がります。また中間搾取が何重にも行われるので、末端が低賃金となり、優秀なプログラマーが育ちません。その結果、受注者は高額な料金で質の低いサービスを受けることになります。しばしば、なぜ日本から GAFA のような国際競争力のある IT 企業が生まれないのかという声を聞きますが、米国の IT 企業は直接プログラマーを雇用しているので、プログラマーは高給で、その結果、優秀な人材が集まります。多重下請けによる上位過達もないので、プログラマー主導でクリエイティブなシステム開発をすることができます。これに対して終身雇用年功序列の日本の大企業や官公庁は、潰しが利くゼネラリストは雇ってもプログラマーのようなスペシャリストを直接雇用できないので、外部の IT ベンダーにシステムの開発を委託します。ところが大企業や官公庁が取引相手として選ぶような大手 IT ベンダーもプログラマーを直接雇用しません。プログラマーの需要は変動が激しく、しかもかつてはプログラマー35歳限界説が信じられていたので、終身雇用年功序列の大手 IT ベンダーにとっても直接雇用はリスクが大きすぎます。そこで大手 IT ベンダーもさらに外部に委託するといった下請けへの丸投げを末端プログラマーに至るまで繰り返すのです。こうした多重下請け、中間搾取を放置している限り、日本は IT 後進国から脱却できません。この章の結論をまとめましょう。日本はバブル崩壊後の30年間、プライマリーバランスを無視した MMT 型の積極財政を実践しましたが、失敗に終わりました。なぜ失敗したかといえば、日本政府が IT ゼネコンのようなイノベーションを阻害する癌を取り除かずに、むしろ雇用を守ろうとするあまり、癌に税金という栄養を補給して癌を温存させたからです。この意味で日本政府が景気対策と称して頻繁に行った積極財政は効果がなかったというよりもむしろ有害であったとすら言えます。がんを取り除くにはがんが生まれる原因である解雇規制による終身雇用制度を廃止しなければなりません。マクロの景気対策よりもミクロの構造改革の方が重要ということです。第4章新自由主義説。
岸田首相は今年の9月に行われた自民党総裁選に立候補したとき、小泉改革以降の新自由主義的政策を転換すると主張しました。同じ月に日本共産党の志位委員長は、総選挙に向けて新自由主義からの転換を掲げた党の新経済提言を発表しました。日本の政界では、自民党から共産党に至るまでの多くの政治家が新自由主義からの脱却を主張しています。なぜ新自由主義はこれほど評判が良くないのでしょうか。日本での典型的な新自由主義批判はこうです。昭和の時代の日本には分厚い中間層が存在し、一億総中流と言われていたのが、新自由主義的な規制緩和の結果、派遣労働が増加し、労働者が貧困化して、個人消費が冷え込み、その結果、日本経済の成長が止まったというのです。もとより、すべての労働者がフルタイムの正規労働を望んでいるわけではないので、パートタイムの非正規労働が選択肢としてあること自体は悪いことではありません。では、派遣労働の何が問題であるかといえば、まずは中間搾取の問題があります。派遣労働者は直接企業に雇用されていないので、派遣先企業が支払う人件費を満額受け取れません。派遣元企業が労働者の派遣によって受け取るマージン率は、派遣先が派遣元に支払う金額の2割から4割程度です。もちろん、派遣元企業の取り分の中には、保険料のように、労働者が負担すべき費用も含まれていますが、派遣元企業が仲介することで、労働者から見れば賃金が割安となり、雇用者側から見れば人件費が割高になります。もう一つの問題は、同一労働同一賃金ではないというところにあります。つまり、正規労働者と同じ労働をしても、派遣労働者の方が低賃金であることが多いということです。能力や熟練度による賃金の差別化を認めた上でも、なお同一賃金とは言い難いのが現状です。実際、一生派遣労働で働いた場合の生涯賃金は、一生正規労働で働いた場合の生涯賃金よりもずっと低くなります。そこで派遣労働者の中には正規労働者になりたいと思う人がたくさんいるのですが、派遣労働から正規労働に移行する敷居が高いのが現実です。こうした派遣労働の問題は、新自由主義的な規制緩和の結果生じたと多くの人は思っていますが、むしろ逆で、これらはすべて解雇規制の撤廃という新自由主義的な規制緩和の徹底によって根本的に解決する問題です。もしも解雇コストがゼロになったなら、どうなるかを考えてみてください。まず、中間搾取の問題が解決します。雇用主は割高なマージンを支払うことを嫌って、労働者を直接雇用するので、派遣会社が不要になります。しばしば竹中平蔵がパソナグループ取締役会長をしていることから、パソナによる中間搾取を新自由主義の弊害と誤解している人がいますが、もしも解雇規制の撤廃という真の意味での新自由主義的な改革をすれば、パソナグループによる中間搾取は不可能になります。中間搾取がなくなる結果、労働者の賃金は上昇します。解雇コストがゼロになると、非正規労働者だけでなく、正規労働者の賃金も上昇します。それは2年縛りをやめると、携帯電話の料金プランが高くなるのと同じ原理です。料金が高くても中途解約のコストがかからないなら割高ではない
と携帯電話のユーザーは思うことでしょう。経営者も同じことを考えます。経営者にとって終身雇用のもと新卒者を雇うということは40年縛りの労働商品を買うのと同じことですから、賃金を大幅に割り引かなければなりません。言い換えれば40年縛りをやめるなら賃金は大幅にアップするということです。次に同一労働同一賃金が実現します。正規労働の解雇コストが高いと、たとえ非正規労働者の方が正規労働者よりも有能であっても、経営者は人員整理の時、非正規労働者の方を解雇します。こうした能力無視の人事をするから、同一労働同一賃金ではなくなるのです。もしもフルタイムであれ、パートタイムであれ、解雇コストがゼロになったなら、経営者はコストパフォーマンスが劣る人材を解雇するので、結果として同一労働同一賃金という能力本位の人事が実現することになります。さらに、パートタイムの非正規労働からフルタイムの正規労働への変更が容易になります。簡単に解雇できるなら、採用も簡単にできるので、労働市場は流動的になります。逆に解雇コストが大きいと、採用も慎重にならざるを得なくなるので、人の出入りは停滞します。労働市場が流動的になれば、さもなくば発生するであろう人材のミスマッチを素早く解消することができるようになります。要するに、解雇を自由化すれば、こうした問題の解決を通じて、生産性が向上し、その結果、労使を含めた全国民の所得が向上するということです。もちろん、いきなり解雇コストをゼロにする過激な改革は受け入れられないでしょう。そこで、まずは政府が目下検討している解雇無効時の金銭救済制度を導入することから始めるのが現実的です。現在の日本では不当解雇と判断される場合、金銭支払いで雇用関係を解消する仕組みが法的には存在していません。もしも金銭支払いで解雇できる公的なルールができれば、雇用者側にとって予見可能性が高まるので、労働市場で買い手が増え、その結果、労働者の賃金が上昇することが期待できます。そんなにうまくいくのかと疑問に思う人もいるでしょうが、解雇規制の緩和で経済が好転した成功事例があります。ドイツの首相、ゲアハルト・シュレーダーが行ったハルツ改革と呼ばれる労働市場改革がそうです。シュレーダーは社会民主党の所属ですが、高止まりしていたドイツの失業率を引き下げるために、解雇規制を緩和したり、失業給付の給付期間を短縮したりするなどの新自由主義的な改革に踏み切りました。1990年から2019年にかけての日本とドイツの購買力平価に基づく1人当たり GDP を比較しましょう。日本とドイツは似たような国で、第二次世界大戦での敗北後、奇跡的な経済復興を遂げた工業国家ですが、1990年以降、ともに経済成長が低迷していました。日本はバブル崩壊で不良債権を抱え込みましたが、ドイツは1990年に東西統一を果たして、いわば東ドイツという不良債権を抱え込んでしまったわけです。また、ドイツはもともと労働コストが高くて、それが経済成長の足を引っ張っていました。それで
ドイツは欧州の病人とまで言われていました。その状況が変わったのは2005年以降です。この年からハルツ改革の最終段階が実施されました。その後、政権交代によりシュレーダーは辞任しましたが、後任のメルケル首相がシュレーダーの新自由主義的改革を引き継いだため、ドイツ経済は低迷する日本経済を尻目に躍進し、今ではドイツはヨーロッパ最強の経済大国になっています。シュレーダーが労働市場改革をしていた頃、日本では小泉純一郎が郵政民営化に取り組んでいました。もしも小泉首相が郵政民営化だけでなく、労働市場改革もやっていたら、今頃日本はドイツのような豊かな国になっていたでしょう。ところが小泉首相は労働市場改革にあまり興味を示しませんでした。さらに悪いことに、小泉首相の後継者たちは新自由主義的改革全般を放棄するようになりました。その結果、日本は今に至るまでアジアの病人のままなのです。岸田首相は総裁選の時にこう言っています。小泉改革以降の規制緩和、構造改革の新自由主義的政策は我が国経済の体質強化、成長をもたらした。他方で富める者と富まざる者の格差と分断を生んできた。総裁に決まった後はこう言ってます。成長なくして分配なしです。しかしながら分配なくして次の消費、さらには需要、これも喚起されないということです。分配なくして次の成長もない。しかし、そもそも日本は経済の体質強化、成長をもたらすほどの新自由主義的政策を小泉政権以後実行しておらず、他方で富める者と富まざる者の格差を縮めるための再分配政策はすでに十分行っています。貧富の格差を表す代表的な指標にジニ係数があります。ジニ係数の値は0から1の間を取り、係数が0に近づくほど所得格差が小さく、1に近づくほど所得格差が拡大します。1990年以降の日本のジニ係数を見ましょう。当初所得のジニ係数が長期的に上昇する傾向がある一方で、再分配後の所得ジニ係数は低く抑えられています。小泉改革以後の新自由主義的政策で貧富の格差が拡大したとよく言われますが、2005年以降、再分配後の所得ジニ係数はむしろ低下しており、通説が間違いであることがわかります。これは税や社会保障による所得の再分配が強化されたからです。実際、改善度は増加傾向にあります。改善度が上昇したといえば聞こえは良いですが、要するに再分配のための税と社会保障の負担が年々重くなっているということです。こうした分配の強化が日本経済の成長を促したという事実はありません。それゆえ、岸田首相は現状認識という点でも、政策という点でも間違っているということです。この章の結論をまとめましょう。行き過ぎた新自由主義的改革の弊害と世間で呼ばれているものは、実は新自由主義的改革が不十分であることによって起きています。ですから、労働規制の緩和によって生まれたと日本人が考えている現在の諸問題は、むしろ解雇規制の緩和という新自由主義的な規制緩和によって抜本的に解決されるということです。第5章イノベーション不足説。これまで少子高齢化説、
緊縮財政説、新自由主義説が間違いであることを確認しました。そこで残る候補としてイノベーション不足説があります。イノベーションの不足が日本経済を没落させたという説です。イノベーションがどの程度起きているかを示す指標として全要素生産性があります。全要素生産性とは労働と資本という通常の生産要素以外の成長要因による生産性のことです。日本の全要素生産性の推移を米国と比較してみましょう。このグラフでは日米ともに1991年を1とした時の相対値を1954年から2019年にかけて示しました。日本は1991年まで機械化・オートメーション化などにより米国以上にイノベーションを進めてきましたが、1991年以降、IT の分野でイノベーションを進めた米国とは対照的に、日本のイノベーションが停滞したことがわかります。ここでもう一度、ダウ平均株価に対する日経平均株価の比率を見ましょう。1989年まで急上昇した後、急落したこの動きは、米国以上だった日本のイノベーションが1991年以降、米国以下になったという事実を反映した動きであったと言えそうです。日本におけるイノベーションの欠如は、ユニコーン企業の数の少なさにも表れています。ユニコーン企業とは、時価総額10億ドル超の未公開企業のことです。米国の調査会社による国際比較によると、2021年3月現在におけるユニコーン企業の数は、米国274社、中国123社に対して、日本はたったの4社で、時価総額の合計も米国の 0.58%、中国の 1.01% です。日本は米国と中国に次ぐ世界第3位の経済大国のはずですが、イノベーションという点では大きく劣っているのが現状です。なぜ日本はこれほどユニコーン企業の数が少ないかといえば、それはそもそも日本ではスタートアップ企業自体が少ないからです。では、なぜ日本ではスタートアップ企業が少ないのでしょうか。日本の起業家に対するアンケート結果によると、日本で起業が少ないと考える原因として最も多かった回答は、失敗に対する危惧でした。日本では米国なら起業するであろうような優秀な人材が新卒で大企業に入社し、終身雇用年功序列のぬるま湯に使っています。一旦このレールから外れると元に戻ることは容易ではないので、ほとんどのエリートはあえてリスクを取って起業にチャレンジしません。米国並みに起業を増やし、イノベーションを促そうとするなら、終身雇用年功序列を廃止しなければなりません。こういうと、新しく会社を作らなくても、既存の企業がイノベーションを起こせばよいと思う人もいるかもしれません。しかし、イノベーション論の第一人者であるクレイトン・クリステンセンによれば、既存の企業に可能なのは持続的イノベーションであって、破壊的イノベーションではありません。真に業界にパラダイムシフトをもたらす破壊的イノベーションの担い手は、破壊によって失う既得権益を持たない新規参入者です。日本の問題は、国内から破壊的イノベーションの担い手がなかなか現れず、海外で生まれる破壊的イノベーションによって一方的に破壊されるだけというところにあります。クリステンセンは2003年に日本のさらなる没落を予測してこう述べています。
米国の経済がリーダー格の企業がハイエンドで釘付けになった後も長期にわたって停滞しないのは、人々がそうした企業を去って在野でベンチャーキャピタルの出資を受け、新しい破壊的成長の波を起こすことができるからだ。これとは対照的に日本経済では、こうしたことを可能にする労働市場の流動性とベンチャーキャピタルのインフラを欠いている。それゆえ日本が破壊的ゲームを演じたのは一回限りで、大いに利益を得たものの後が続かない。実際、かつて世界を席巻した日本の半導体産業やエレクトロニクス産業は、海外から生まれた破壊的イノベーションによって没落してしまいました。自動車産業はまだ検討していますが、自動運転や電気自動車といったイノベーションに消極的で、将来どうなるか分かりません。日本国内から破壊的イノベーションを起こすには、クリステンセンが指摘するように、労働市場の流動性を高める必要があります。労働市場が流動的になり、スタートアップ企業が増えれば、ベンチャーキャピタルによる出資も自然と増えることでしょう。最後に結論をまとめましょう。日本経済没落の原因は、日本国内から破壊的イノベーションが起きなくなったところに求められます。しかし、より根本的な原因は、終身雇用年功序列で、労働市場の流動性が低下したところにあります。したがって、最重要の政策課題は、解雇規制を緩和させ、労働市場で市場原理を機能させることです。それだけで十分ということはありませんが、没落した日本経済を復活させる上で、最も優先度が高い政策課題はこれだというのが私の結論です。